こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回はマイクロビット初心者のためのメイクコードでの計算式の作成方法についてお送りします。メイクコードの計算ブロックは基本的に2つのパラメータを用いて計算する仕組みになっています。右の図を見てください。この例では足し算ブロックと掛け算ブロックを組み合わせて計算しています。最初に 5.3 足す 1.2 を計算し、次に掛け算ブロックで10をかけています。このように2つ以上の計算では階層的に計算ブロックを組み合わせて作成します。このスライドは左に Python プログラムを、そして右にブロックプログラムを表示しています。Python プログラムでは C=A プラス B は、ブロックプログラムでは変数 C を A プラス B にするという表現になってきます。同様に Python で表現される C=A-B はブロックプログラムでは変数 C を A-B にするという表現となります。割り算においては割るの符号の代わりにスラッシュを使います。また掛け算においてかけるの符号の代わりにはアスタリスクを使用します。その他の演算子について説明します。左の Python プログラムでは C=A スラッシュスラッシュ B は割り算して整数部を求める計算式です。これをブロックプログラムで表現すると変数 C を A インテガールスラッシュ B にするとなります。また余りを求める式では CA%B が Python プログラムですが、ブロックプログラムでは変数 C をリマインダーオブ A スラッシュ B にするとなります。べき上の計算は CA アスタリスク B となりますが、ブロックプログラムでは変数 C を A べき上 B にすると表現されます。平方根ブロックとその他のオプションについて見ていきましょう。平方根ブロックには下三角でオプションを表示するとサイン、コサイン、タンジェントなどのブロックを使用できます。右の図では平方根の表示、サインの表示、整数の割り算、整数の掛け算の例を示しています。そしてこのプログラムの Python での表現を右下に示しています。これらの計算をする場合にはマスドットの後にそれぞれの計算キーワードをつけて表現しています。平方根を求める場合はマスドットスクエアルート、そして計算したい数値を中に入れます。サインの場合はマスドットサインとします。整数の割り算の場合にはマスドット IDIV とします。整数の掛け算の場合はマスドット IMUL とします。整数の掛け算について見ていきましょう。この計算では2つの数値の符号付き数正32ビット乗算の値を返すとなっています。中ほどのブロックプログラムを実行すると右のマイクロビットのように答えは4となります。つまり 2.5 整数化し、これに2をかけて4となるということです。インテジャースラッシュのブロックについて見ていきます。このブロックは割り算した結果を整数化するブロックですが、注意を要します。ヘルプファイルによれば2つの数値の符号付き数正32ビット序算の値を返すとなっています。このブロックは少し注意が必要となってきますので、次のスライドで説明します。インテジャースラッシュブロックの意味は、ヘルプファイルによると2つの数値の符号付け数正32ビット序算の値を返すとなっていることを思い出してください。左のプログラムで見ると5312の結果は LED 表示では 4.42 となります。これに対して 5.3 インテジャースラッシュ 1.2 の結果は5となっています。もし整数部だけを結果として出すのであれば4となるはずですが、結果は5となっています。計算方法としては2つのパラメータを整数として扱い、左の 5.3 を5、右の 1.2 を1とすると結果的には5が正解であることが分かります。インテジャースラッシュブロックはパラメータを整数として扱っていることを忘れないでください。次に代入演算子について見ていきましょう。 Python 表現では A プラスイコール B、 これがいわゆる代入演算子です。この表現は A 足す B と同じ意味となります。ブロックプログラムでは変数 A を B だけますといった表現になります。
代入演算子のマイナス表現では Python プログラムでは A- イコール B となります。ブロックプログラムでは少し複雑になりますが、変数和を 0-b だけますという表現になります。計算に代入演算子を用いる場合、Python では A* イコール B となりますが、ブロックプログラムでは該当するブロックがないため Python コードという表現に変換されます。次に計算の優先順位について見ていきましょう。左の図の Python 表現では C イコール A プラス B マイナス2の計算ははじめに A プラス B を計算してその結果から2を引く計算を行っていきます。プラスとマイナスでは優先順位が同じなので、この場合左から計算を行うことになります。この計算式をブロックプログラムに変換すると右の図のようになります。最初に計算するブロックの A プラス B が内側のに配置され、その外側にマイナスのブロックが配置されます。計算順位は優先度の高い順に掛け算割り算プラスマイナスの順となっています。左の図の Python プログラムで説明します。3行の C イコールA プラス B やスタリスクに括弧はルニの式においては最初に括弧の中を計算します。括弧の中はプラスより優先順位の高い B×2 を計算を最初に行い、次にその結果を E に足します。そして2ではルといった計算順位になってきます。この式を変換すると右のブロックプログラムのようになります。つまり P×2 が最も深い層に配置され、その外側に足し算が、そして最後に割り算のブロックが配置されます。この例では3行の式について見ていきましょう。括弧が一番優先順位が高いのですが、2つ括弧がありますので、内側の括弧内の式を計算します。すなわち A プラス1を計算するわけですね。そしてその外側のかける2はリル3を計算します。かけると割るでは順位が同じなので、左側からかける2、そしてはル3を実行することになります。そしてこの計算が終わると、括弧の外の掛け算を実行します。そして B÷2 が優先順位が足し算より高いので、そちらを先に計算し、最後に足し算を実行するといった手順となってきます。この順番でブロックプログラムで計算をしていきます。ここでわかるように、複雑な計算式においてはブロックプログラムではなかなかどれが一番先に計算されるのか見分けることが難しいのですが、 Python に変換すると容易に計算順位を見つけることができます。最後に平方根の例を見ていきましょう。ここではルートの中に A2 プラス ind という式を書いています。この場合Python ではまずD を多周間値システム QRT という関数を使ってルートの中の計算を行います。ここでは A2 プラス ind すなわち A アスタリスク2プラス B アスタリスク2をパラメーターとして入れています。ブロックプログラムにおいては最も内側に配置して A べき上にと B べき上にを置き、その外側にプラスブロック、そして一番外側に平方根ブロックを配置しています。計算手順としては内側より外側に計算をしていきます。今回はメイクコードにおける計算式の作成方法について説明しました。概要としては、四則演算子は基本的に2つのパラメータを用い計算しますが、複雑な計算式ではこれらの組み合わせにより実施できます。 Python の代入演算子は変数例を0だけ増やすに対応しています。計算の優先順位は Python では高い方より掛け算と割り算、足し算と引き算の順ですが、ブロックプログラムでは演算ブロックは2つのパラメータの計算であるので、優先順位の高い順にブロックを内側に、優先順位の低いブロックを外側に配置します。ご視聴ありがとうございました。